レディオ。はい、どうもこんにちは、海くんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。だいぶね、心なしか少しずつ気温も暖かくなってきて、ちょっとなんかこう上がってきますよね。どっかお出かけしようかなみたいな、なんか買い物行こうかなみたいな、散財しようかなみたいなねいや散財はどうかな。まあ今日もよろしく。へい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 、どうですか。2月ちょっと春っぽくなってきてね、そろそろ例えば今年卒業っていう学生の方だったら最後の思い出を作らなければっていう感じでしょうか。僕はどうでしょうかね。僕は学生時代の時あんまり学校に関わらなかったからそのなんか卒業式で泣く人とか逆にすげえなっていうね。卒業式の時とか何気になってたかな。パイプ椅子とかに座る式の時は、ちょっと僕肩幅広いから、その肩幅だけが広かったんですよね。心は全然広くないし、すぐせっかちだし肩がね、隣の人と当たるのが気になってね、そればっか考えて1時間半みたいなダメじゃないか、なんだお前はっていう感じですが、皆さんの2月どうでしょうか。お仕事をされてる方もなんやかんや1月からちょっと仕事始めようって言ってなんやかんやこう来ますよね。微妙にこう忙しい波がなんやかんや落ち着かずにずっと来ちゃうという僕の勝手な2月のイメージですけれども、はい、皆さんどうでしょうか。今月も気合い入れて乗り越えていきましょう。そんなこんなでいろいろ皆さんからもお便りとかメッセージいただいてますが、今日はですね、どうしよう、海くんに言ってほしいセリフリクエストが、結構来てるので、そっからちょっと何個か選んで、言っていきたいと思います。それでは言っていくぞ。お前俺の彼女なんだから黙って守られてりゃいいんだよ。はいはいっつってもね、ありがとうございます。みちるん様からのリクエストでした。ありがたいことにね、詳しい解説といいますか、アニメ、狼少女となんたらなんたらっていうやつから、佐田恭也さんの、セリフでした。はい、こんな感じでね、皆様からもいろいろどしどし言ってほしいセリフ、全然ふざけたやつでも大丈夫なんで募集したいと思います。でもなんかそういう心に残るセリフってありますよね。僕はなんだろうな、アニメだったら最近だと配給のボクトさんのセリフですかね。へい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 俺最強みたいなね俺最強みたいな。あとはなんかそのなんだっけな、ツッキーに対してそれお前が弱いから楽しくないんじゃないのみたいな。でも本当その通りだなと思って、ツッキーっていうキャラクターがいて、こう部活で、バレエのアニメなんですけれども、なんでそんな部活ごときに熱くなんのみたいな。それはまだお前が上手くないからバレエが楽しくないからそこまで注ぎ込めない、熱くなれないんじゃないかっていう助言のシーンだったんですけどね。いやでもそれはすごいあると思って、僕も例えば最近けん玉にハマっていて、最初YouTube とかですごい上手い人の映像を見てですね、うわーこれめっちゃできたら気持ちいいだろうなと思って、自分のお気に入りの色のね、カラーとかデザインを選んでけん玉買って、早速やってみると全然できない。全然つまんないんですね。でもやっぱり何回も練習していくと、日々やるとやっぱ毎日やることって大事だなって何事にも感じますけれども、日々やっていくとね、自分の変化が分かるんですよね。たとえ技が成功しなくても、なんで成功しなかったかが体で分かってくるようになる。するとその自分の体の変化も毎日気づけるようになって、じゃあこうすればなんだよみたいな、ある日一気にできるようになるんですよね。こういう積み重ねってこう常にこう斜めには上がっていかない、ちょっと上がって平行線なんですよ。上がらずずっと横に行くんだけど、ある日ふと気づいてちょっと上昇する、するとまたちょっとずっと平行線なんですけれども、それちょっと上がる時が楽しいんですよね、何事も。だからまずは物事を楽しめるようになるまで耐え忍んで、その時間帯を頑張って努力していく、大事だなと最近つくづく思ってます。といったところでね、前回に引き続き、僕の
新しい配信の曲、友達と一緒に頑張るぞというね、ゲーム頑張るぞという曲聴いてください。海くんで Go with my friend。 あいや全然大丈夫、みんなでフォローし合いながら僕たちの戦い、さあ行こう、負けられない想いがある、仲間との絆がある、強くなりたい、攻めていきたい、My life突き果てるまで解き放ってきた Critical Hit、 僕らの手に今掴め、どれだけ大人になったとしても宝物 Go with my friend、 Yeah 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 yeah。 はい、お聞きいただきありがとうございました。海くんで Go with my friend。 いやー、やっぱね、まあ男の人はちょっとわかると思うんですけど、やっぱ友達とねゲームをこう熱くなってバトルしたり一緒に冒険したり、オンラインとかオフラインとかもそれはねいつまで経ってもねいい思い出なんですよね。で大体それでゲームを一緒に頑張れたやつっていうのはずっと仲いいんですよね。ずっと仲良し。俺もよく時間が余れば友達とスカイプつないでねオンラインでゲームしたりとかって、意外とね最近のゲームは本当に想像力とか理解力とか必要だから、結構ね頭良くなると思うんですけどね。よく教育上ゲームやめなさいとかね、ゲームやりなさんなっていうのあるんですけどね。だからでもどうだろうな、そればかり時間使っててもダメだし、でも僕は受験の時にはちょうどドラゴンドラグーンの新作が出てっていうゲームがあって、でも受験の日に、受験の1週間2週間前かな、それでも買って全クリしてなんとか受験もクリアしてっていう。やっぱでもねゲームっていうやりたいことがあるから自分をこう自制してタイムスケジュール組んでゲームしていけるっていう、ゲームがいい方向に作用することもありますし、やっぱゲームはすごいゲームのことばっかり言ってるけど、でもね本当に熱くなれることがあるっていうのはやっぱいいですよね。さっきの話にも引き続きだからもう本当にみんな今のねこんなおっさん、イカれたおっさんから言わせていただくと、本当にみんなもっと熱くなっていいんだよっていうね。僕も教育実習で自分の高校の母校に行った時とか、やっぱ将来に悩んでいる、なんでこの勉強やらなくちゃいけないのかとかね、いろいろみんな疑問に思うところがあると思うんですけど、まあやれることがあるんであればとりあえず頑張ってみれば俺はいいと思うんですよ。でなんかその勉強が嫌っていうんであれば、もう勉強をひたすらもうやめて、じゃあ自分は何がしたいんだっていうのを本気で探せばいいと思うんですよね。もう電車で知らない駅に行ってみるとか、海外旅行行ってみるとか、普段読まない雑誌を適当に買って読んでみるとか、自分のその範疇にない要素をひたすら探す。別にそこまでしなくていいやって思って、でも勉強もある程度頑張れるんであれば、勉強はするに越したこと俺はないと思いますね。はい。だって社会に出ても絶対役立つし、なんかそういうことを考えてなんだっていう感じですけど、はいはい。
なんかちょっとさっきわけのわかんない勉学の話で終わりましたが、まあなんかよくそういう教育実習とか言って、なんかもう、なんで数学とかこんなやんなくちゃいけねえのみたいな話とかあって、いや別にやらないっていう選択も、それは僕ありだと思って、っていうのもまあ、時間限られてますしね、人生は。スキルを振っていくだけだから、RPG と一緒だから、何のステータスにパラメータを振っていくか100しかない中を全部攻撃力に100振れば最強のアタッカーになるわけだし、全部防御力に振れば最高のね、守りの硬い人間になるわけだし、バランスよく振ればバランスのいい人間になるわけだし、じゃあそれを限られた時間の中でどう捨て振りしていくかっていうのはもう個々の価値観ですからね。はい。まあそう考えると人生もゲームのようで楽しいですよね。はい。まあでもね、やっぱ例えば数学、じゃあこのシグマとかこれ絶対将来使わないじゃんって思うと思うんですけど、やっぱそのね、まあロジックと言いますか、なんかその仕組みはやっぱり絶対役立つと思うんですよね。例えばその答えを確認するための方程式、まあ A 足す B は Cってことはどうすれば C が本当に C であるのか確認できるとかっていう、まあ逆算して考えたりするっていう、これはこうだからこうなるだろうと予想を立てて定義して実際にそれを証明する。細かいところで言うと、じゃあその自分の自己マネジメントもできるようになると思うんですよね。例えば会社に就職した時にこういった書類、こういう企画書何日までにやってくれと。ああ、じゃあ自分はこういうの苦手だから何日前にやり始めて、ここで一回上司に確認してもらったら怒られずに済むかなっていう、そうやって予想して実際にそれを実行して証明していくっていう、そう人生に当てはめた時に、まあいろんなジャンルで学んだ勉学のことっていろいろ応用できると思うんですよね。だから何事も学んでおいて損はないかなと思います。はい。君と出会ったあの日から僕の人生は変わってしまった。君なしでは生きられない体になってしまったんだ。今日も僕はズボンを下ろして君を肌で感じていたい。ああ、その肌触り優しい、そして忘れられないいい香り。絶対に破れることのないダブルロール。そう、トイレットペーパーダブルロール。僕はもうシングルじゃダメなんだ。絶対にダメだ。ダブルじゃなきゃ君なしでは生きられない体になったんだ。おい、今日もわけのわからぬ妄想にお付き合いいただきありがとうございます。さあ皆さんはシングル派でしょうか、ダブル派でしょうか。シングルベッドであいやー、僕はね圧倒的にダブル派ですね。しかも白檀とかいいなんかその甘い香りとか嫌なんですよ。なんかこう甘くてこう女子がよくつけるようなもう香水みたいな、もうダメ。もっとこう崇高なこうヒノキのような香りのするちょっと高いねダブルのトイレットペーパー、これはもう譲れないですね。だからちょっと旅行とか行ってホテルとかでシングルだったりすると、そうなんです。この間アジア圏に行って俺はちょっとね一つここは合わないなと思ったのはね、ホテルのトイレットペーパーいいんですよ。でもこうデパートとかのトイレットペーパーが正面を向いてないんですよね。なんでわかります？こう横向いてるんですよ。横を向いててロールで出すのってどうやってこうまあ後で説明しましょう、また今度。すいません。といったところでダブルロール派の海くんが今日もお送りしました。風邪ひくなよ、グッバイ、またねー。海くんレディオ。